皆さんこんにちは。スクエアエニックスオープンカンファレンス2012、2日目午後、1回目のセッションになります。
新生ファイナルファンタジー14、ゲームを作り直すことというセッション、タイトルでお送りさせていただきます。私、株式会社スクエアエニックスファイナルファンタジー14のプロデューサー兼ディレクターを担当しております吉田直樹と申します。どうぞよろしくお願いします。はい。では、ちょっとスタートする前にですね、今、ちょっとトレーラーを1本、見ていただいたんですけども、これ、今月ですね、11月11日に、現行14と、僕らが呼んでいる、ファイナルファンタジー14の現行運営が一旦終了するということで、その現行14の、エンディング、それから新生14と僕らが呼んでいる新しい14のプロローグとして、公開させていただいたものです。今日今流したんですけども、これ見る前にちょっと見たことあるよという方いらっしゃら手を挙げていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。だいぶ見ていただけたようで嬉しいです。ちょっとですね、ファイナルファンタジー14に関しては非常に特殊な状況となっていますので、ご存知ない方も、いらっしゃると思いますので、簡単に、概要だけご紹介させてください。ファイナルファンタジー14は、2010年9月30日に一度、正式サービスをスタートした状態で、ゲームの不出来という部分をお客様にご指摘いただいてですね、2010年、それから2ヶ月後ですね、2010年の12月10日に、僕の方が、全ての体制を引き継ぐということで、改めて体制一新で、リスタートしているプロジェクトになっています。で、その後ですね、大規模に、その現行、僕らが現行と呼んでいるファイナルファンタジーの14の修正、それからアップデート、コンテンツの追加というのを、実施しながら、新生14と全く新しいファイナルファンタジー14を作るというプロジェクトを、ここまで同時並行で、約2年進めてまいりました。でその、ここにタイトルありますが、そのゲームを作り直すという、ことについて今日何かしら皆様にお伝えできることがあればなという形でセッションをさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。ではですね、早速始めたいんですがあれ進まないちょっとお待ちくださいね。はい。ちょっとですね、セッションの前に最初にお断りをさせていただきたいんですが、このセッションですね、おそらく皆さんの役には立たないんじゃないかなと。今日テクノロジー推進部主催ということで、かなりテクノロジーに関するセッションを昨日今日とさせていただいていると思うんですが、今回ちょっとリード側の、セッションになりますし、ちょっと役に立たないことがあるだろうなと。でなぜならと、普通はですね、プロジェクトが例えば制作中でもちょっといろいろ問題があって、これはあかんなという話になると、普通終了ですよね。あと発売した後売り上げがいまいちよろしくないとか、非常に出来が悪かったという場合もわざわざ多分作り直したりはしない。でましてやですね、そのゲームの修正と全く同じタイトルで新しいものを作るということ自体も、普通はしないですよねと。で当然あまりにもリスクが高いです。でこの14のゲームを作り直すということ自体があまりにも普通ではないために、今日セッションを最後までお聞きいただいても全てが皆さんのお役には立たないような気がします。最後にですね、セッションの最後になんかいまいちだったセッション役に立たねえじゃんと言われないための予防線だと思ってください。ただですね、ちょっと部分的にいろいろご自身の経験等にも照らし合わせてお聞きいただけるとありがたいなと思うんですが、例えばそもそもプロジェクトを運営していく、もしくはプロジェクトの中でご自身のセクションを回していくっていう中で失敗の確率を下げたいといった場合や、開発中これやばいって僕ストレートにやばいって書いたんですけど、多分今日8割ぐらいはゲーム開発に携わっている方だと思うんですが、多分今までのキャリアの中でやばいと思ったことって幾度となくあるんじゃないかなと
思います。そのやばいと思った時にどう立ち回ったらいいかという部分だったり、非常にきつい状況、いろんな周りの環境も含めてですけど、逆境に立たされているという状態になった時にどうすればいいのかというあたりを、何かしらこのセッションからなんとなくヒントをつかんでいただけると嬉しいなと思ってます。僕らもこの申請というプロジェクトですが、まだ道半ばです。まだ完結したわけではないので、何を偉そうにという部分もあるかもしれないですけども、今ちょうどその原稿というものが一区切りついたタイミングなので、まず半分ここまでどういった形で来たかというお話をさせていただきたいなと思います。こんな場合は、多少お役に立てる、これもかもしれませんと。ですので今日はこの「ファイナルファンタジー14」の事例を、例に例えておいながら、皆さんお食事、お昼ご飯今ちょうど取られたと思います。さっきまで頭が痛くなるような非常にレベルの高いセッションでしたので、ちょっと眠くなってきたかなという方もいらっしゃると思います。居眠りされない程度のセッションにしたいかなと思ってます。もちろん居眠りされたとしてもね、ペナルティ等ありませんので、今日はこのオープンカンファレンス、業界に少しでも貢献するという名目でやってます。ゲーム業界、非常に睡眠時間の短い業界になってますので、居眠りできたらできたで、それも業界貢献かなというふうに割り切っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではようやくすみません、本題に入ります。まず僕が2010年12月10日に、ファイナルファンタジー14のプロジェクトを引き継いだ時、まず一番最初にその困難にぶつかった時、やった第一のことなんですけども、この状況の把握と、それから整理と、でとてつもない圧倒的な絶望感の状態から、そのタイミングでは非常にそういう雰囲気だったんですけども、本当に無理なのかと。でまずその状況と把握をする上で、これ「ファイナルファンタジー14」を実際にどういった形でその立て直していこうかという流れに沿ってちょっとご説明させていただきます。僕はまず一番最初、その困難にぶつかった時、とにかく冷静になること、特に重要なのがこの括弧の中に書いてある悲観とか、それから感情論。例えば悲観って何かというと、もうダメだろうっていう漠然とした悲観だったり、それから誰のせいでこうなったんだよとか、なぜこうなったっていう部分を、事象が起きてから今更くよくよ言ったところで何も変わらないと。例えばですが、2010年12月僕が体制を引き継いだタイミング、まずゲームの出来が非常に悪いという酷評をメディアの方、それからもちろんプレーをされているお客様からいただいた状態でした。さらにベータテストを、皆さんに、プレイヤーの皆さんにさせていただいて、フォーラム等でご意見いただいたにもかかわらず、それを反映しないままスタートしたということによって、裏切られたと。じゃあ一体何のためにベータテストやったんだと、何のために意見を書いたんだということで、お客様から裏切られたというふうに、言われている時期でした。でさらにファイナルファンタジーシリーズなのに、正式なナンバータイトルなのにこの出来なのかと。その、25年、今年25年になりますが、その歴史あるタイトルなのにこうかと。皆さん、僕もそうなんですが、僕もプレイヤーとしてファイナルファンタジープレイしてた時間の方が長いので、僕が FF シリーズなのにという言い方をするのはちょっとおかしいのかもしれないんですが、やっぱり FF というタイトルに期待していただくことって非常にレベルが高いと思ってます。でそれに対してこれが FF かというその失望だったり落胆だったりっていう感情が当時すごく強くあったかなと。あとは非常にここが一番大きいんですが、もうダメだろうという諦めの声というのが非常に強かった。でそんな中唯一それでも何とかしてほしいと、何とかできるんじゃないのというかすかな期待というのも、当時プレーをしていただいている方には寄せていただいてたと思います。
これを総じて圧倒的絶望感というふうに、呼んでますが、そんな状態でした。ただですね、これを、受け取った僕がですね、悲観したりどうしてこうなったってわめき散らしてても何にも変わらなくてですね、そもそもスクエアエニックスが自分たちでまいてしまった種なので、泣いてもわめいても何も変わらないよと。またさらに言えば、こういうタイミングでいわゆるデスマーチとか呼ばれるパターンですが、じゃあとにかく皆さんすいませんでしたと土下座をして、ただひたすらに闇雲にがむしゃらに働けばそれで何かが解決するかというと、やっぱりそれも違うと。やっぱりこのタイミングで必要なのは、結局逆転に向かって走り出せなければいけないので、これは14の事例です。お客様の信頼、これ目標ですね。お客様の信頼はどうやったら取り戻せるのかと。さらにゲームのどの部分が悪いのかで、例えばゲームの出来が悪い、クソゲーっていう単語があってですね、でもクソゲーって言っても何が悪いのかの分析に全くつながってないので、やっぱり何が悪いのかをきっちり分析する必要がある。また MMORPG というジャンルのゲームですので、お客様とどのようにコミュニケーションを取っていくのかと。またファイナルファンタジーという IP の上のゲームですので、当時 FF らしくないと出来も含めて言われた部分、どうやって FF らしさを出していくのかと。そしてネガティブな印象、もうダメじゃんと。これもネットでよく言われるオワコンっていう言い方ですけど、それをどうやって払拭するのか。要は現状をいろいろ嘆いててもしょうがないと。一歩目踏み出すためにはこういった分析をまず最初にきっちりやるしかないと。だから問題に直面した時にまず一番最初にやるのは冷静に現状を見ること、その前にまず冷静になることっていうのがとても大切だと思ってます。あとはですね、やっぱりこの1個前のスライドでお話ししましたがむしゃらに走ってもじゃあ何かいいことがあるかというと、実は単に疲れるだけだったり空回りするだけだったりということが非常に多いです。走るのをやめて立ち止まって一旦きっちり考え直した方が絶対に効率はいいと思っています。ですので、今のような事例を、分解する前にとにかく冷静になることっていうのがとても大事だというふうに考えてます。で冷静になれたら次のステップへ。さっきの目標ですが、一番上と一番下赤字になってましたけど、なぜ赤字になっているのかは後ほど説明させていただきます。で次に、こういった場合に、自分が心がけているのは、いきなり問題の洗い出しに入るのではなくて、改めてゴールはどこにあるのかということを最初に設定します。これなぜ最初にゴールなのかというのは後ほど説明しますね。これもでまず僕一番最初に、引き継いで考えたのが、14ゲームですので、まずそもそも FF らしくないと言われていることも含めて、ファイナルファンタジーシリーズとしてコンセプト、改めて14のコンセプトをどうしようかなと。でこれに関しては、ファンサービスタイトルでありたいなと。今までの FF 毎回世界観が違うことというのをある意味売りにもしてきたんですが、幅広い25年やってきてお客様がいらっしゃいます。今回の僕の14に関しては、全部入りでいいんじゃないかなと。ありとあらゆる FF 要素をつぎ込むことが今回の FF らしさ。例えばそういったコンセプトを立てます。でさらに MMORPG という特殊なジャンルです。ですのでこれは今の世界市場を見たときに MMORPG としてどういったゲームである必要があるかと。でこの時にその当時引き継いだ現行14は一切見てません。ゴールを設定するためにやっているので、どうあるべきかというべき論で、ゴールを作ってます。あとは同じように現状がどうこうではなくて、プレイヤーの皆さんと MMORPG を運営していく上でどういったコミュニケーション方法を採用するかというのも最初にゴール設定として企画立案をします。でもちろんビジネスですので、今よく海外のメディアさんのインタビューを受けると、
ファイナルファンタジー14はフリートゥプレイにしないんですかと、マイクロトランザクションをやっていかないんですかというご質問をよく受けます。こういったそのビジネススキームをどれにするのがファイナルファンタジーを MMORPG にして今の世代、今のジェネレーションに対してリリースするときどれが適切なのかというのを改めて設定し直します。あとはやっぱり僕10年とよく言ってるんですが、長期運用するために必要な技術、例えばツールもそうです、描画エンジンもそうです、そういったその技術の用意もする必要があるねと。でこの辺をまずゴールとして設定をしていきます。で当然このタイミングでやばいと、自分に知識が足りないと思ったらもう勉強するしかないです。それはでこう冷静になるとですね、正しいゴールが見えてくる。でここまではですね意外と楽でですね、ここからがちょっと山場になってきます。なぜならここってある意味新規のゲームを作るに等しいからなんですね。ゴールを改めて設定するっていうこと自体は。でこれができたらいよいよ問題点の洗い出しに入るんですが、ここでなぜ問題点の洗い出しから先ではなくてゴールの再設定が先かというとですね、問題っていうのは必ず正解があって今答えが間違っている、だから問題なんだというふうに考えると思うんですね。闇雲にその問題だ問題だと言って、ゴールも設定せずに修正したところでその行き着く先が必ずしも正しいゴールとは限らないですし、やっぱりゴールをきっちり設定して登る山の頂上を見据えた上でどうやってそこに向かっていくかと。でゴールがあって現在点があると、この間の乖離は一体何だっていうことを考えないと問題が正確に導き出せないと、問題が問題じゃなくなってしまったりする場合もありますし、問題で洗い出しておくべきことがこぼれてしまったりするので、まずは現状をどうのこうの言うよりもちゃんとしたゴールをもう一回再設定したり確認したりということが絶対に必要だと思っています。でゴールと現状、現状はもう変わらないので両方出揃ったタイミングでいよいよ比較を始めます。例えば改めてゴールと設定した FF と当時現行14の相違点って FF としての相違点は何なのか。例えば MMORPG としてそもそも設定したゴールと現在点がどれぐらい要素的に不足しているのか。例えばプレイヤーの皆さんとこういったコミュニケーションをさせていただきますというゴールを設定したものと現状のコミュニケーションがどうなっているかというのを比較をします。あとこれビジネスですね、クレジットカード以外の決済方法ってちゃんと用意されているのかなとかっていう確認ですね。例えばこのクレジットカード、このビジネスっていう部分なんですけども、日本って非常にクレジットカード浸透している国です。ただですね、ファイナルファンタジー14は日本だけじゃなくて北米とそれからヨーロッパで、ヨーロッパも主にイギリス、それからフランス、ドイツでサービスをしている状態なんですけども、この中でドイツは意外と年齢分布差によってかなり違うんですけども、クレジットカードがあまり浸透していない、年齢帯が結構あります。でこれは割とお店が世襲で、老舗として続いているすごく歴史のある国ですので、クレジットカードをそもそも使えるお店が少なかったりするために、じゃあ持っててもしょうがないよねということでいまだに、持っていらっしゃらない方が多いです。ただそのドイツに対して課金方法を複数用意しないままサービスをしても、せっかくプレーをしたいと思っても例えばプレーしていただけないという環境になったりするので、やっぱりこういったところもどこの地域に展開するのか、じゃあその地域でどういった決済体系が必要なのかっていうのを、で現状が用意できているのかどうかっていうのを比較することで問題っていうのが明らかにできます。であとはものすごく大事なサーバーの安定性はどうなっているのかと、あとはクライアントの性能ってどれぐらい発揮されるのと、あとはやっぱりビジネス、最後ビジネスですので理想とする会員数はどれぐらい必要なのかと、これによって当然投資する、額も決まってきます。
で現実とゴールを比較することで問題点というのがようやく浮き彫りになってきます。でポイントなんですが、それがその問題点の洗い出しというのが、どんなに困難、例えば気づいた問題の一つがとてつもなく大きな問題で、この1点だけ見てももうどうにもならないんじゃないかという感情が出たとしても、最後まで、事細かに、とにかくこの事細かにものすごい大事です。問題点をひたすらピックアップすることだけに集中をします。これのスクリーンショット別に土下座してるわけじゃないんですよ。倒れるほどきつかったっていう話なんですけど、例えばここまでって実は何も大人数でやる必要って実はないです。例えば問題が1万点ぐらい出そうだなと思ったとしてもですね、例えば1日ちょっと頑張ってですよ、10時間仕事をするとして、1時間100個ずつ問題点をひたすら箇条書きにすると、とりあえず10日で1万個ぐらい問題は出せるわけですね。とにかく数に落とし込んでしまって、いきなりこう絶望しない、やってもいないし計画もしないのに絶望したりはしない。とにかく冷静に1個ずつ、事実は変わらないので、とにかくピックアップすることを怠らない、途中でギブアップもしない、最後まで出し切ってしまうと。でこの先ようやく仲間探しをしてもいいのかなと。14の場合に関しては実はこの3番と4番に関しては、ほぼ同時並行になっていました。なのでここはどちらが先でも別に構わないとは思います。困難という非常にこう強大な敵を相手にですね、やっぱり一人で立ち向かってもしょうがないと、信頼できる仲間というのが必要です。で少数精鋭で構わないと思ってます。で具体的にどんな人が必要かというとですね、テクノロジーを任せられるプロフェッショナルと。でここで大事なのはわざわざ書いたのはプロフェッショナルっていうことで、例えば僕って立場がプロデューサー兼ディレクターだったりするので、ファイナルファンタジー14の中では一応立場上一番偉いと。でもそこに対してちゃんとテクノロジストとしてできないものはできない、できるものはできる、リスクが高すぎる、それは安全だっていうのを徹底的にプロとしてちゃんと進言してくれる人っていうのが必ず、もう今の世代のゲーム、昨日今日の講演に参加していただいた方は分かると思うんですけども、僕みたいなテクノロジストじゃないレベルになってくるともう多分分からないはずです。何ができて何ができないのか。でここをやっぱり冷静にジャッジしてもらう人をプロジェクトに必ず1人置いてないと手痛い失敗をすると思ってます。たまたまスカイアニックスには多分会場どっかいますよね、橋本、いたはい、14には橋本がいたので、非常にここはラッキーだったのか運命だったのか分かんないですけど、例えば橋本のようなテクノロジストが絶対に必要です。でさらにデザイン、デザインっていうと、2通りの意味があって、ゲームデザイン的なデザインと、グラフィックスの方向性を決められるコアスタッフっていうのがもう一人必要です。であとは僕らが作っていたのはファイナルファンタジーで MMO の前に RPG なので、僕が目指そうとしているゴールのバトルシステムが果たして時代のニーズに合ってるかとか実現可能なのかといったあたりをちゃんと確認できるスペシャリストが必要になってきます。であとはここもちょっと MMO なので特殊なんですけども、膨大なインターフェースが発生してくるので、やっぱりインターフェース専任の人間が1人必要でした。であとここがちょっと特殊なのかもしれないんですが、現状の問題点を最も把握しているスタッフで、さっき一番最初に冷静になるというお話をしましたけども、例えばさっき言いました誰のせいでこうなったとかなぜこうなったとかはもうどうでもよくて、この時点では最後に考えればいいです。計画が全部出来上がった後に反省すればよくて、この時点でプロジェクトを立て直すために必要なのはあくまで冷静さで、その失敗の原因だったり、その今
現時点で困っていることっていうのを事細かに、しかも何が原因でっていうのを言ってもらえるスタッフっていうのが非常に重要です。でここを責任追及したりすることっていうのは全然むしろ後でよくて、ここ意外と重要だと思ってください。であと最後は、尋常じゃない情報量を短期間でまとめていきます。またそれがコストに見合ってるかどうか、それから計画性は大丈夫なのかどうか、やっぱり同じ熱意でマネジメントとして走り回ってくれるスタッフっていうのが必要になります。でこれに加えてゲームのリードをする人間が1人だから、多くても7人ぐらい、1人除いて6人ぐらいで十分だと思ってます。ここ結構大事です。人を増やしてもろくなことがないと思いますので、とにかく少数でこの数が集められないんだとしたら、多分もうその時点でプロジェクトは破綻していると思った方がいいんじゃないかと思います。でやっぱり次のステップに進むためには、こういったメンバーの客観性っていうのが大事になります。最初言いました、僕がゴールを設定しました。ただそのゴールって本当に正しいゴールなのかっていうのをもう一回問題点の洗い出しとともに見てもらう必要があります。で当然その困難というのは兄弟で一人でですね、調子に乗って立ち向かったところであっという間にこのざまですね、戦闘不能になりました。ですので、集まってもらった仲間と一緒にそもそも改めて設定したゴールというのはテクノロジー的に可能な範囲なのかだったり、グラフィックスの方向性っていうのは妥当なのかと。例えば MMORPG なのでたくさんのキャラクターを表示しなければいけません。一つのキャラクターのクオリティだけに固執していると両方達成できない瞬間が絶対出てきます。ゲームは皆さんご存知の通りハードウェア必ずキャップがありますんで、もちろん PC にはないだろうっていうご意見もあるかもしれないんですけど、ビジネスの面で見てハイエンド PC だけにゲームを提供すると当然お客様を自分たちで機械損失してしまうので、やっぱりどっかでラインを引く必要があります。でそこに対してグラフィックスの方向性っていうのが妥当なのか、あとやっぱりバトルシステムはニーズに合ってたりするのか、例えばテンポは速すぎないか、テンポは遅すぎないか、アクション性が高すぎないか、逆にアクション性がなさすぎなんじゃないかと。あとは作ろうと思っているもののインターフェースがあまりにも膨大すぎないかどうかなんていうあたりを確認していきます。であとはここら辺が客観性だったり妥当性なんですけど、現状とゴールのギャップがもうどれぐらいなのかというのもみんなで、確認をしていきます。で最後にマネージャー加えて開発規模やコストが破綻してないかどうかという確認も必ず必要になります。でちょっとここで脱線をします。でここまで14の事例に沿ってお話をしてきたんですが、ここまでの実はお話って新規のプロジェクト立ち上げとかにもそのまま応用できると思ってます。例えば新規プロジェクトならですね、さっきも言いました人を増やしすぎないこと、本当に人を今ってすごい大項目に対して1人ずつでしたけど、あれを例えばキャラクターグラフィックス担当とか BG グラフィックス担当とかってやり始めると、この間にこぼれるものが必ず出てきます。なのでとにかく増やしすぎない、あと意見も割れるシチュエーションが多くなってきたり、妥協っていう言葉が出始めたりするので、とにかく人を増やさないで、あと実現不可能なことをしようとしてないかどうかっていうのを最初に徹底的に確認する必要があります。あとこれすごく重要で、むしろ僕らみたいな立場の人間が考えなきゃいけないことなんですけども、僕も若い頃先輩にですね、なんとなくこんな感じにしといてっていう指示を受けてですね、出すとですね、なんかちょっと違うんだよなっていうことを言われたりします。なのでその感覚論だけでとにかく制作しようとしてないかどうかっていうのを見る必要があると。あとはやっぱりリソースの物量、作ろうと思ってる物量が果たしてビジネスに対して正しいのかどうかで、またやっぱりそのゴールって本当に登る山間違えてないよねと、俺たちでやっぱりビジネスとして成り立つのかどうかで、よく出るキーワードですよね。後でなんとかなるよっていう
例えばですね、8割決めた、8割きっちりやった、まあ、2割は、まあ後でなんとかなるからとりあえず走っとこうかと、よくありがちなパターンだと思うんですけども、こうやって問題から逃げたり、まあ、目を背けたりしてしまうとですね、まあ大体なんともならないですね。だって決めてないんですから、ずっと先延ばしにしてるだけなので、まあこういうことになって、でその頃にはですね、ものすごい人が増えてたりするんですね。でなんかこう獅子類類になったりするわけですよ。でそういったあたりは今までのお話、何もファイナルファンタジー14の事例に、従わなくてもおそらく応用できる部分なんじゃないかなと思います。で本題に戻りますが、やっと問題点出揃いました。14の場合もう信じられないぐらいの数になってましたが、洗い出しが終わってですね、いよいよここからじゃあどうやって解決していくかというところに入りました。でこここそとにかく粘り強く焦らずに時間をかけるということが大事でした。で例えばたくさんのキャラクターを表示するにはじゃあどうしたらいいのとか、サーバーはワールドレスっていうその概念に設計し直せますかだったり、こうサーバーは検索系の負荷処理にちゃんと耐えられる状態なんですかとか、バトルシステムって変更、じゃあゴールと、現状を出して問題点洗い出しました。これ果たして今の14を運営しながら達成できるのかどうかっていう部分ですね。でインターフェースは修正しきれるのかとか、マップシステムは根本、言い方悪いんですけどコピペと言われたマップがちゃんと全部まともにできるのかどうかと。でですね、これ実はあんまりいい例ではないんですね。なぜかっていうと、こうできますかっていう話なだけでですね、どうするのかじゃなくて、じゃあそれに向かって何をするのかこそが解決策の洗い出しだったり定義だったりするので、どうするって言っててもしょうがないので、やっぱ何をするかを決めていかなければなりません。つまり描画エンジンの性能がどうなっていて、それを理想値に持っていくためにどれだけの修正コストがかかるのかっていうのをテーマにして、その修正コストだったり、エンジンの性能を測ってもらいます。14の場合は、2週間ですね、テクノロジー推進部のスタッフをお借りして、現行14の描画エンジンにファイナルファンタジー11のマップを借りてきて、表示してみて、果たしてボトルネックがどこにあるのかと。つまりマップを1回軽いマップに差し替えてみて、どれだけパフォーマンスが上がるのかというチェックでボトルネックを探し出そうとしてたんですが、なんと CPU 負荷が変わらないという愕然とした事実が出てきたりですね、とにかくやってみないと分かんない、とにかく1個ずつきっちり出していく、それでどの方法を採択するかっていうのが定義という言い方をしているものの正体です。例えばサーバーの性能もきっちり調べ直します。でそれを修正しようと思ったらどれぐらい修正コストがかかるのか、またどんなテクノロジストがさらに必要になるのか、あと期間はっていう問題ですね。で同じくサーバーシステム再設計しなきゃいけない部分があると。で設計のそのコストってどれぐらい必要なのっていうのも同じですね。でバトル計算式やリソースの入れ替え、具体的ですよね、はどこまで可能なのか。もちろんこんなざっくりしたことじゃないですよ。もう膨大なリストや資料がある状態でやるんですが、あとはユーザーインターフェースの基幹部分、エンジン部分の差し替えって運営しながら可能なのかと。でここは実はちゃんとやりました。途中でインターフェースの根本を差し替えてしまおうかという話も出たんですが、最低でも3ヶ月かかると。でかつその後全 UI のデバッグをし直しで、それがおそらくさらに3ヶ月かかると言われた時点で、アップデートできないよねと。でそれも一つの答えなわけです。でちゃんと答えも出して並べていく。で例えばですが、検討したものの一つに、例えば現行14スタートした時のマップっていうのはもう最悪そのコピペとお客様に呼ばれてしまったマップでやりきって
拡張ゾーンを作って、そっちからはその一体成形のマップにして、以降のアップデートはもう全部とにかくその一体成形の冒険心が湧くようなマップを作っていくっていう可能性もちゃんと検討をしました、当時。で当然そうなってくるとですね、マップの描画システムが2個載ってるっていう謎のゲームにもちろんなってしまうんですけど、可能かどうかっていうことを誰も確認してないわけですから、やりました、それも。で結局全ての材料が出揃いました。で改めて何度もしつこいんですが、冷静にしかも信頼できる仲間と一緒に出した答えなので、描画エンジンは全部入れ替えた方がいいねと、サーバーはワールドレスに設計し直した方がいいねと、検索負荷に耐えられるようにサーバーそのものを作り直そうと。バトルはある程度修正可能だけども根本は作り直しだと。例えば細かい僕らがバトルで本当に表現したいアクションっていうのがいくつもいくつも提案しても作れない作れない作れない、ペットが呼べない、ペットがコントロールできません、 MMO としてはもう致命的だよと。である程度修正は可能だけども根本はやっぱり作り直しだねと。でインターフェースはやっぱり思想から当時PC のゲームではあるんですが、ゲームパッドがないと遊びようがないという部分で海外のお客様から非常に、酷評をいただいた部分でもあります。やっぱり思想から変えていかないとどうにもならないだろうと。でやはりさっき言いましたマップシステムを一つのゲームに2つ突っ込むなんてありえないだろうと。この先10年やっていくのにその2つの足かせをずっと背負い続けるゲームにするのかと。でついに状況が出揃って、論理的にしかも客観的に現状とゴールを設定してその比較を徹底した上で全部の把握が終わりましたと。あとはもうですね、どうしようかなと思案するよりもう決断するだけという状態になりました。ただこの結論ってですね、これゲームの作り直しですよねと。さすがに絶句ではあるんですが、とにかく自分で言うのもなんですけど、すごく信頼したスタッフに集まってもらって徹底的に自分たち夜通し調査をしてコスト出しをして検討して結果これなので、もうあがいてもどうにもならない、こういうことですね。慎重に導き出した答えなので、もうじゃあ冷静によし腹をくくって作り直そうかというのが新生ファイナルファンタジー14っていうプロジェクトが生まれた原因です。ただですね、皆さん思うと思うんですが、いや新作作る方が早くねっていう、いやもう一本作れるでしょそれって。ただですね、ここでちょっとやっぱり思い出していただきたいんですけども、そうこのセッション役に立たないんですね。普通はあそこまで行ったら作り直すというよりも、よし次のゲームで大逆転しようぜと、普通ですよね。ただ一番これファイナルファンタジー14の目標ですというふうにお話をした部分なんですが、お客様の信頼をどうやったら取り戻せるのかとか、どの部分悪いものを修正しようとか出しました。で僕らとしてはお客様の信頼を取り戻すというのがファイナルファンタジー14のとにかく大きな命題です。でこれが達成できなかったらそもそも14をやってる意味がなくてですね、僕らにとってはこれこそが売上よりも重要だというふうに会社側も定義をして進めているプロジェクトなので、新作でカバーすればいいよねみたいな結論が取れないというのがファイナルファンタジー14の特殊性。お客様にこれ以上失望を与えてはいけない。多数その時点でもなお毎日ログインをして毎日プレイをしてきっと何とかしてくれるよと、面白くしてくれるよと
言っていただいているお客様いらっしゃいました。でやっぱりそこにちゃんとした面白さを提供するのが僕らの責任だと。で批判を真摯に受け止めて対応する、誠実に対応していくことが必要だろうと。やっぱり FF のナンバータイトルです。でここでギブアップすることは25年続いたファイナルファンタジーの歴史の中で、非常に深刻な状態を招きます。なのでプライドは僕ら捨てないという覚悟で、進めています。で何よりゲームです。プレイヤーの皆さんに楽しんでもらえないと話にならないと。で総合的に出した結論がビジネス的な成功は二の次でお客様からの信頼回復こそがゴールであると。だから特殊すぎて皆様のお役に立てるセッションにならないと。で結局これらの特殊要件と、課題や問題点全部洗い出した結果、サービスは止めないと。健康14のサービスは続けながら大改修を行います。それからできうる限りお客様とちゃんと対話をしていこうと。逃げたりせずにちゃんと言葉を交わそうと。それから、非常にネガティブな状態でした。だから無理にお客様を増やそうとしたりしないようにしようと。ちゃんと修正できてから改めてきっちりプレイしてみてくださいというお話をしましょうというのを、テーマにしました。で同時に作り直したその新生ファイナルファンタジー14というものを、提案させていただくことでもう一回だけ期待してもいいかなという、流れを作りたいと。で結局僕らはゲームしか脳のない人間の集まりなので、ゲームを作る以外に僕らにはできることはないよねと。でこうした結果、現行14を大改修しながら新生14を同時に開発するという、初の試みにはなりますが、全部条件を整えた結果これしか答えがないという状況で、この結論に達したと。でもう一個ちょっとここで余談なんですが、僕がですね、インタビューの中じゃないですね、ライブ、僕プロデューサーレターライブという生放送をたまにやってたりするんですが、たまたまこういつもの癖でですね、現行14のことを根性版って言ってしまったことがあってですね、お客様がなるほどと、根性でプレイしなきゃいけないのかというふうにちょっと誤って伝わっているので、ちょっとだけですね、この呼び名の由来、新生14というものを開発している以上ですね、現行14の修正に当たるソースコードや、その現行14で使っているリソース、改めて作ったリソースは全部破棄されることになります。申請のタイミングでコンバートしないものもたくさんあるので。でさらに修正したくてもお客様から何とかしてくれと言われても修正できない部分というのがもう最初にあれだけ問題点出しましたので明らかになってます。非常に苦しい状態なので、根性で開発しようぜということで、僕がチームに対して当時呼んでた名前が根性版と再生版っていう呼び方をしてたので、それがそのままつい口癖になってるだけで、何も皆さんに根性でプレーしてくださいってわけではないです。であと今日この会場には8割ぐらいその業界の関係者の方がいるので分かっていただけると思うんですが、潰してしまうものが明らかに計画されているのにまだソースコード書くんですかと。だって無駄ですよねと。まだリソース作るんですかこれ。だって捨てるんですよねって。ものすごくきついことを、開発にはお願いしたと思います。だからこそ、根性でいこうよという話を一番最初にした記憶があります。はい、でここまで、大体その結論が出たので、ただですね、最後に1点だけ大きな問題が残っています。これはここからさらに僕らの、挑戦になってくる部分なんですが、こうして新生14の開発が決まってスタートするんですが、
まだ大きな課題があるなと。再び出てきます、この最初に設定した目標の今度は一番下の赤字ですね。ネガティブな印象をどうやって払拭するのかと。正直言うと開発チームの中の空気にもやっぱり最初の頃あります。絶対これじゃああがいてどうにかなるんですかねという雰囲気ですね。で特に開発も人間なので皆さんと同じようにネットを見ます。でネット上にやっぱり溢れ返っている言葉というのをダイレクトに受け止めるので、もうダメだろうとかオワコンだよねという言葉をどうにかしないと、僕らが新生ファイナルファンタジー14を提示させていただいたとしても、まあやるまでもなくどうせダメなんだよねと、だって14ってそういうゲームじゃんというこのネガティブな印象をどうにかして払拭しないと多分逆転は難しいだろうと。でどうにかしてお客様に振り向いていただくには、まあそこでひたすらもう考えるしかないので考えたんですけども、まあ面白いゲームにするのはもう当たり前なので当たり前のことを書いてます。でやっぱり触ってダメだったお客様が非常に多いので、最終的にはもう一度もう触っていただくしか多分最後方法はないと思ってます。ただですね、やっぱりそれ以前にあるどうせダメだろうと、この感情が非常に強いとおそらく触ってもいただけないと。あとはやっぱりその現行14の初期の頃とにかく足りなかった FF らしさっていうのを強く出していく必要があるなと。それは現行14を運営しながらでもやらなきゃいけないと思ってやってきたことです。であとはやっぱりその開発のモチベーションっていうのを考えました。作り直すということ自体すら楽しいと、やりがいのある仕事だと思ってもらえないとやっぱりパワーは出ないので、さらにもうマップは全部そのマップシステムが総特化される以上改めてもう作り直す以外の選択肢がありません。中途半端なマップのつなぎ直しをやったところでお客様の失望をさらに招くだけなので、まあ正直言うとこれだけの事象がもう最初から決まっていたという中で、まあじゃあどうせなら世界がこう壊れるというのを物語にしてしまおうかと。当時2010年12月の頃に、まあ皆さんも年末年始家で過ごされてたと思うんですが、結構テレビの特番で2012年にマヤ歴が終わるから世界が終わるっていう話が結構特番組まれてたの記憶されてると思うんですが、あれを僕もちらちら見ていてですね、そうかと、世界は壊れるのかと、じゃあ14も作り直しが決まったしこれをストーリーにしたら意外といけるのかなと。よしじゃあちょっと単純にですね、作り直したのでこちらどうぞって言ってもああそうですかっていう感じになるので、まあ世界を壊すとしたらどうしようかなと。でまあそのマヤ歴を見ていたらいろんなこう予測が出てくるわけですよね。氷河期が来るんじゃないかとか、まあいろんな予測が出てました。でまあ隕石が落ちるっていう話がですね、おうおうおうと思ったんですね。でその時にそうかと、そうだったなと。ファイナルファンタジーにはさっき見ていただきましたね、メテオがあるじゃんと。しかもですね、これ何の運なのか分かんないんですけども、そのファイナルファンタジー14の世界のエオルゼアっていうその世界には月がまあ当然あるんですが、その月の脇にですね、月を回ってる衛星っていうのが僕が入る前からちゃんとグラフィックスで表現されてたんですね。あ、これ落としてもいいっていう、だってメテオっぽいじゃんって。でさらにこうそのメテオっていうのは、まあ、最初からグラフィックスで表現されてたので、アップデートパッチでアップデートしていくたびにちょっとずつこう近づいてくると。でこれはなかなか面白そうじゃないかと。多分MMO 業界でもやったことがないだろうし、なんかあれ近くなってないと。で一切言わなくていいと PR で。で誰かプレイヤーの方がなんか近づいてないかというふうに声が上がってきたらPR をしようと。でまあパッチで近づいてくると。まあこれライブ感あっていいなと。
ただ思ったんですね。早速ここまでこうなんでしょう、お正月直前ぐらいですね、ちょっとプロットを書き始めたんですけど、ただ、逆にこうアップデートのためにこう近づいてくるとですよ、あれいずれ落ちるんだなと。例えばこの新生ファイナルファンタジー14の発表っていうのは2011年、10月14日に公表させていただいたので、全部作り直すっていうことを発表させていただいたタイミングで、あれが落ちてきて全部壊れて差し替わるんだねっていうふうに、誰でも分かりますよね。でやっぱりただ落下してもなと。でさらにメテオって球体だなと。球体、ボール、卵、卵と。でメテオと見せかけてバハムートみたいな。でやっぱり僕が FF といえばバハムートと。で小さい頃から FF 遊んでいて、こう地球圏外からですねレーザー撃ったりするじゃないですか、バハムートって。これ敵倒す前に地球壊れんじゃんっていう印象がすごい僕強かったので、やっぱり FF の召喚獣といえばバハムートっていうのが、これもFF らしさの一つだと思ってたので、この2つをつなげるといけるぞと、きっと。で世界崩壊から新生へと。プレイヤーの皆さん、現行のプレイヤーの皆さんにはメテオの落下を阻止するストーリーをリアルタイムに提供させていただこうと。つまり先がどうなるかわからないながらもメテオはどんどん近づいていき、謎を追いながら敵と戦っていって、メテオを落下させようとする勢力を止めたり、その謎を追ってもらうというのをリアルタイムにライブにアップデートすることで提供させていただこうと。でこれですね、リアルタイムに。ただしメテオは実はバハムートの高速具でしかなくて、中から最後実は、落着せずに中からバハムートが出現して世界を焼き尽くすと。でとにかく伏線をきっちり張って、ただし絶対にバレてはいかんと。最後のオチなので。でむしろ最後に現行プレイしていただいた方が先ほど見ていただいた時代の終焉トレーラーを見て、バハムートかよというふうに言ってもらえた後で、そういえばあれもそうかと、これもそうだった、なるほどヒントはあったのねという流れを作りたいと。でやっぱり FF らしさっていうのが同時に提供できるんじゃないかなと。でここまでその派手に最後やって FF らしい締め方をして、興味喚起をもう一回していただいて、新生14ちょっと触ってみようかなと、あそこまでやったんならというふうに言ってもらえるんじゃないかなと。で僕はこれを信じてずっとここまで最初に見ていただいたトレーラーまでのストーリーを2年かけてやってきました。でやっぱりさっきスタッフのモチベーションという話をしましたけども、ものすごいきついです。自分たち作ったものを全部捨てて、しかも壊してなので。ただ誰もやったことがないことをやるということ自体は面白いんじゃないのと。で面白いことだったらスタッフもやっぱり意識高くついてきてくれます。で真面目に真剣に、あと真摯に普通じゃないことをやるというのも FF らしさかなと。ちょっとクレイジーだよねと、真似できんわと言っていただくのも FF っぽいんじゃないかなと。はい、もう間もなく終わります。メテオは先ほど見ていただいたように、落ちてバハムートが世界を焼き尽くすという半分まで僕ら到達しました。あとはですね、新生14の面白さで勝負するだけです。で確かにスクエアエニックスは本当に現行14で大きな失敗を犯しました。ただそれをもう一回取り戻すのも結局僕らゲーム作るしかできないので、これからリリースさせていただく
いろんなゲームでしか多分取り戻せないと思ってます。それでも今非常にたくさんのお客様に応援していただいてます。で、楽しみに待ってくださる方もいます。この後もですね、誠心誠意ゲーム作りに取り組んでいく会社でありたいなと。で、ここはなかなか日々ずっとゲームを作ってると意外とぼんやりしてしまう部分だと思います。僕も正直言うと14を担当するまでここまで真剣に考えたことって実はなかったです。でもやっぱりいろんなプレイヤーの方やお客様、お客様って言ってもプレイヤーの皆さんだけじゃなくて、例えば小売りの方だったり流通の方だったり、PS3 出しますって言っておきながら延期をして、その SE の方にも非常にご迷惑をおかけしたり、みんな僕らのやっぱりお客様で、それをもう一回なんとなく皆さんもどっかでいいです、自分たちが作ってるゲーム楽しみに待ってくれてるお客様がいるっていうのはちょっとだけでもいいので覚えておいていただけたりすると良いかなと。ただですね、作り直しは今回だけにしてもう二度とやりたくないなというふうに思ってます。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。そうですね、次まだ時間ってちょっとありますか。このセッション自体はこれで一度終わりにして、もしご質問がある方がいらっしゃれば次の橋本のセッションまでの間に、僕この辺にいますので、ちょっと質問があるんだけどっていう方はこっち側に来ていただいても良いですか。じゃないと日本の方って奥ゆかしいので手が上がらないような気がしますので。はい、じゃあ質問がある方はどうぞ。で、これでセッション自体は終わりにさせていただきます。はい、ありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。という形で